私が今まで何ちな病気症状、現代より良くならない何ちな病気症状ということで取り組んできて、それがワークショップとかいろんな形でやってきて、ワークショップでは無理だなというのでこういう研究会にしたんですけども、それはワークショップの中では治療を目的にやってないんですけども、ここは治療も含めてそれと研究ということですけども、普通の臨床してる人は治療だけが目的で研究はないんですよ。だから研究するということはほとんどないんですよ。その中で私は研究したいわけですけど、それは原因を知りたいわけですよ。原因を知りたいし、またそこにちょっとこう突っ込んでみたいというのがあって、だからそういう研究会にしたんですけども、今まで何回かパーキンソンと取り組んできて、ずっと分からなかったんですけど、ここに来てちょっと分かってきたなっていうのがあるんですよ。それは内地難病あるいは現代で良くならないというものの中に、ほとんどが体は脳のままなんですけども、どんな病気でもそうですけど、特にまたパーキンソンとか現代で良くならないものっていうのは脳の中ですよ。で今の医学じゃ分からないんですね。検査したって出てこないですから分からない。じゃあ脳の中といって、じゃあ脳に傷があるとか脳にということであれば、そういう精密機器使えば分かるか分からないけど、そういうものじゃないんですよ。そういうものじゃなくてなっているものは、これどんなにしたって見つけることができない。で坂本さんにやったのは、この前金曜日土曜日です。土曜日でしょ。おとといですね。にしたのは、脳の中で結果的に体にこういう影響を与えているというものが脳の中に間違いなくあるわけですけど、それは体に影響を与えるということで、例えばある動作をすると影響があるという場合に、その動作をしている時に脳を MRI か何かで取れば多分出てくると思いますよっていうことなんですけども、その脳にある問題があって体に出てくる。じゃあなんで脳にその問題が出てくるかが分かんないです、今の医学ね。でそれを見つけ出すのはだからもう独脳でしかないんですけども、それは例えばイメージですよ。考えることとか、あるいは見たもので、ただ見るだけではこれは目から入ってくる情報ですけど、目で見たものを脳で一旦入れて、それは何なのかっていうこととか、あるいは言葉ですよ。会話を意識して、ただ普通の会話をしてるんじゃなくて、自分に効果が上がるような言葉っていう、その言葉を使うこととか、音とか、あるいは味覚ですよ。そういうものが多分脳にそういう問題が出てくる前の発信源ですよ。それを見つけ出したんですよ、この前。で何やったかというと、大地、南国の大地楽園、その気候がいいところと、そういう楽園という、それがキーワードだなというので、それをイメージしてもらったんですよ。そうすると変わっちゃったんですよ。で今坂本さんはゴーヤの大地の絵ですよね。でそれを僕らの時に買って、それがあるかなということで見てる。見てることで脳に入るわけですよ。目から入る情報、それが脳の中に何かを作るわけですけど、それが多分ホルモンを出すんですよ。それが良くなるホルモンを出す。で良くなりたいと思ってると別のホルモンが出て良くならない。でこれが良くなるホルモンが出ると、これが抑えられるんですよ。ということで悪くなるのが抑えられて、またこっちのホルモンが出るとやっぱり状態が良くなるっていう、そのホルモン、エンドリンとかセロトニンとか、そういうホルモンがあるわけですけども、そういうのに刺激する音とかイメージとか、そういうのを見つけ出そうと。どうもこれはもう脳の中で起こっていることだから、じゃあそれに対してやるとすれば、脳の中でのある問題が体にそういう状態を作っているんであれば、脳の中のその問題を起こしているもの、これをなくそうとっていう、そのなくすような
じゃなくて、起こらないように自分でしてもらおうと。でそれは私が見つけたイメージ、あるいは音だったり物だったりというものがあったとしても、さらにそれを自分の中でどういうふうに転がしたらいいかを研究してほしいということですよ。だから人の役に立つことをしたい、求めることに対して答えてあげたい、やりがい、生きがい、人の協力、それのプロで、それは世界で